日本の子供の自の要因は何でしょうか。自分は価値観が多様化した結果なのかなと思ってました。違いますね。学校に通わなければいけないからですね。病気で死ぬ子供もいるし、親が嫌いで死ぬ子供もいるんですけど、9月1日に死ぬ子供多いんですよ。じゃあなぜ9月1日に死ぬのですかっていうと、学校に行きたくないからです。なので学校行かなくていいんじゃないの。で、多様化というのは、例えばじゃあアメリカとかフランスとかだとホームスクールという仕組みがあって、学校に行かなくても別に教育を受ければいいよね。なので家で勉強できる仕組みというのを国が用意しましょうっていうのがあるんですよ。でも日本ってホームスクールはシステム的に存在しないんじゃないかな。通信制はありますけどね。なので通信制でもいいじゃんとかっていう形にすればいいんですけど、なんか知らんけど地元の学校に行かなきゃいけないよねっていう縛りがあって、その縛りに耐えられなくて選ぶという子供もいたりするとね。いや、ユタボンね、よく育ったよね。僕だからユタボンの親は割とずっと批判してたんですけど、ユタボンは一切批判してなかったんですよ、僕。なので、ユタもね、ちゃんといい子供というか、いい大人というか、いい青年に育ちましたよね。言ってることもまっとうだし。なので、学校に行かなかったとしても、もちろんその、勉強のレベルはそんなに高くないかもしれない。知らないよ、彼の学力は。でも一応、なんか、高卒認定だっけあれ取って、中卒認定だっけちゃんと試験通って、ツイッター見てる限りは、ちゃんと筋の通ったことを言ってるので、なので、僕はユタボン君はうまくいったんじゃないかなと思いますけど。ただね、本当親がクソ野郎っていうだけで、はい。そういう意味でいくと、子供というのは親がいなくても育つっていうのは、やっぱそういうことなのかなっていうので、学校に行かなくても育つというのを、ちゃんと社会は認めていった方が、結果としては子供が死ななくて済むんじゃないかなっていう。少子化なんだからさ、生きてる子供は殺さない方がいいでしょう。ただでさえ子供が生まれてないんだからさ、せっかく生まれてそれなりに育った人が死んじゃうのはもったいないんじゃないかなっていう。別になんか学校なんか通わなくたって別にまともに暮らしてる人はいっぱいいるんだから、学校を通わなくてもいいという社会にした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。通える人は行った方がいいですよ。通信よりはちゃんと通える学校に行った方がいいとは思うんですけど、ただそれが本当に嫌な子は行かなくてもいいんじゃないのっていう。そういう選択肢というのはあった方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。する人が多い昨今で私は疑問に思うんですが、死ぬと決めたならもう何も怖くないじゃないですか。違法な薬物やライハッピーになってみると考えそうですけど、意外とそんなことできないんでしょうか。私は死ぬ前に体験してみたいと思ってます。前向きに死ぬ人より、どちらかというと、この状態から逃げたいという逃亡とか逃避で実る人が多いんではないかというふうに僕は思ってるんですけど、ちなみに日本のの一番大きい理由は何でしょう。はい。結構ね、これ誤解してる人が多いんですけど、ニュースであんまりそういう理由で流れないので、貧困、過労死、逃避、逃避で死なねえだろ。病気、経済、勉強できないから、ストレス、進学、いじめ。進学、いじめとかがあるんですけど、一番多いのは病気です。60代とかの70代とかの実が一番多いんですよね。超痛いと。がんとかで。で、この超痛い状態がずっと続いてももう治りません。ただ痛いのが続くだけです。で、この痛みはだんだん増えますって言われたら、いや、もう治った方がよくねってなるんですよ。治るんだったら、それはなんか辛い治療も頑張れると思うんですけど、年取ってからもうこれは治らないですって言われて、どんどん悪化する一方ですっていう病気の実が一番多いです。なので、どちらかというと、ハッピーなことをした方がいいよねというより、もうこの状態が嫌で生きてても辛い、楽しいことがない。だから、この世から逃げたいという絶望による逃亡なんですよね。子供の字とかももうこのまま生きてても楽しいこともないし、学校にいたらずっといじめられてて親も理解してくれないから、この世界にいたとしてももう辛いことしか起こらないだろうから、じゃあ生きててもしょうがないよねっていうタイプの、この先に希望がないからという話だと思うんですよ。病気でする人もこの薬飲んだらそのがん治るよ一発でって言ったら、多分飲んでわあ治ったやったーって言って普通に生きるってなると思うんですよ。病死というのは逃亡なんですけど、ただ実際はその希望の問題なんじゃないかなと思うんですけどね。はい。少子化対策について考えを聞かせてください。日本の出生率は 1.15。もうちょっと高くない？希望する人が全員産んでも 1.4 程度、人口維持では 2.07 必要。政府は 1.8 を目標にしていますが、そもそも計画が破綻してませんか？少子化前提として、考えて戦略を考えた方が良い気がすると思いますか？
目標2.07と言っても達成できないので、フランスが多分1.8ぐらいかな。なので、まあ1.8を目指しますって言っただけで、1.8まで行ったからそれで終わりだよみたいな話じゃなくて、実現がなかなか難しい2.07より、まだ先進国でも実現している1.08の方がいける可能性あるし、あんまり高いとこ何やってもしょうがないってなっちゃうのでって話で、別にその目標が最終ゴールというわけでなく、あくまで段階という話じゃないかなと思いますけど。とはいえね、子供庁的なやつが66兆円ぐらい使ってますけど、広告代理店にお金をばらまくとか、NEC にどうしようもないような虐待してる児童を AI で見つける的なシステムで10億円払って、箸にも棒にもかからないシステムになったので中止しますみたいなのでお金が消えたりとか、無駄なことをやってるので、お金が理由で子供を産めない人たちにちゃんと渡すという構造には相変わらずならないのが日本らしい仕草だなと思います。出生率再確認したら 1.15 で合ってました。お金使ったら返しました。個人的なゲームとか、あ、そうなの？ 1.15 って日本全体で 1.15 そんな低いっけ？マジでそんなに下がってるの今。ああ、そっか、コロナ以降ちゃんと追ってなかったから、コロナ以降のそっか70万人とかで今だいぶ下がってるのか。本当だ、合計特殊出生率 1.15。すいません、間違えてました。すげえな。厳しいね。いやー、1.15 から 1.8 は相当厳しいですよ。1.8 から 2.0 は 20%、25% ぐらい上げればいいと思うんですけど、1.15 から1.8でいくと 80% とかそれぐらい上げなきゃいけない感じでしょ。いやー、これはね、日本国全体としてどうするかって話と、自分たちはどうするって話で、自分たちがとりあえず幸せになるためにはこうした方がいいよねというので生きていった方がいいと思うんですよね。日本全体を良くするようなアイデアとか方法というのがあるんだったらそれはやった方がいいと思うんですけど、そんなものがあるんだったら多分もうやってるんですよ。なので、文化の問題も含むので、ひとまず日本はどうなるかわからんけど、僕らはちゃんと暮らせるよねという状況にするっていうので、余裕があるんだったら日本が良くなるために何かをした方がいいんじゃないかなという思想で、これだけ出生率が下がって日本人が減ってるとすると、人口がどんどん減っていくので経済規模というのはどんどん縮小するんですよ。経済規模がどんどん縮小するということは給料も上がらないし、研究開発とかもかけられないので、海外に投資した方が儲かるよねってなって日本に投資する会社というのはどんどん減っていくっていう、その失敗スパイラルに入りつつあるんですけど、そのスパイラルの速度がめちゃくちゃ速くなるんですよね。なので長期的には生活保護とかで暮らすんだらいいと思うんですけど、経済的に豊かになるというのを日本で働いて手に入れるというのはなかなか難しい感じにはなるんじゃないかなと思いますけどね。はい。起死燃料がもともと強いです。仕事なので些細な失敗を悔やんだりして生きるのは辛いです。この考え方を変えたりするアドバイスをいただけますか？ないんじゃない？起死燃料が強い人の起死燃料を消せる方法とか薬があったら多分ノーベル賞取れますよ。なのでもうそれを抱えて生きるというものです。はい。嫌なことに対して目を向けると嫌になるので、なるべく好きなもの、いいものを見つけて、土曜日のこれが楽しみだよねとか、毎週毎週ジャンプ読むのが楽しみだよねとか、毎週の楽しいものとか、明日これが楽しいよねみたいな、一日一日先にある楽しいものを見つけるっていうので、ゲームが好きだったらゲームやるとかでもいいんですけど、っていう感じで楽しいものを探すというのを意識してやった方がいいんじゃないかなと思います。ほっとくと嫌なものを見て嫌な気分になってしまうタイプの性格なのと思うので。本を読むとかで集中力ある人だと本読めるんですけど、メンタル病んでる人って集中力がないので本読めないことが多いんですよね。映画とかアニメとか一方的に情報を押し付けられるやつとか、自分でコントロールしなければいけないゲームとかの方が没頭はしやすいのかなと思います。反数思考、嫌なものを思い出して嫌な気分になって余計なものを思い出してこうぐるぐる回る人が多いので、友達がいるんだったら友達とどうでもいい話をして酒を飲むとかっていうのでバカ話をするとかっていうのもありなんじゃないかなと思いますけどね。音読はありかもしれないですね。音読ってね、やろうとするとね、音読をすること自体に結構能力値を使ってしまうので、他のことを考える余裕がなくなるんですよね。他のことを考える余裕をなくすというのは結構大事なんじゃないかな。これやったことないけどどうなの？音読って僕やると本の内容が頭に入らないんですよ。字面を読むということに集中してしまって、そっちに能力を使ってしまって書いてる内容を理解しないっていうのなんですよ。僕スパチャとかで事務的に読み上げてるんだけど、実は内容一切頭に入ってなくてもう一回読み直すこととかあるんですよ。音読ってね、僕記憶に残んないんですよ。これ人によるのかもしれないですけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。
ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。